マラリアの予防薬を車に積んでいよいよカロンゲに向けて出発します。この前部下部に来るまでの道と同じように途中で武装勢力がいるんですかね。そうですね、南キブのそのカロンゲ区域っていうのはライアムトンボキっていうもともとその自警団から派生した武装グループが今も活動していて、とにかく山道で熱帯雨林の中を入っていくのでかなり道が悪くて UN って書かれた車が走ったと思うんですけど、 UN はユナイテッドネーションズの略称で、部下部を出発してからだいたい1時間ぐらい経ったんですけど、国立公園の中に入りました。運がいいと野生のゴリラを見ることができるみたいです。ただ運が悪いと武装勢力に出くわす可能性もあるみたいなので、国立公園の熱帯雨林をですね抜けて見えてきた景色がこんな感じです。この辺もやっぱり武装グループが存在するんですか？どういった場所に隠れてるんですかね。ここはタンタル、スズ、ゴールド、産地でもあるので、あちこちにそういった採掘場所があるんですけれども、そういったところを武装グループが占拠していて、なんか今までずっと僕の YouTube で何回も扱ってきたコンゴの鉱物資源のまさにその場所に今来てるっていう風に考えると、援助だけに頼ってても生きていけないので、どっちみちその援助に頼ってたってこの地域の人たちの未来はないので。今閉じ込められてますね。ご対面です。アフリカ大陸の中央にある国、コンゴ民主共和国。日本の約6倍の面積があり、アフリカで2番目に大きな国です。広大な自然と豊かな天然資源に恵まれたコンゴは貧困と紛争に苦しんできました。1998年以降、コンゴ東部の紛争では600万人以上の犠牲者が出ています。紛争中に誕生した様々な武装勢力は現在に至るまで活動を続けています。コンゴ東部には100以上の武装勢力がいると推定されているのです。ハラカンタのチャンネルではコンゴの歴史や紛争をたびたび取り上げてきました。中には数十万回視聴された動画もあります。しかし私はコンゴ民主共和国にはまだ足を踏み入れたことがありませんでした。その最も大きな理由は治安の悪さです。コンゴ民主共和国の東側は治安が世界最悪レベルである地域の一つ。外務省の海外安全ホームページでも4段階ある治安レベルのうち最も危険なレベル4、退避してくださいという退避勧告が出ています。昨年の2022年には新型コロナの世界的パンデミックが落ち着き、ようやく海外に行けると思ったら、今度はコンゴの治安が悪化し、渡航するのが難しくなりました。あれから1年が経った2023年9月、ようやくコンゴ東部に渡航できる目処が立ち、ついに現地に足を踏み入れます。この動画は日本の支援団体テラルネッサンスに同行し、コンゴ東部の実態と現地の支援活動を取材したものです。現地の人たちがたくさん集まってアサンテサーナ武装勢力による事件なので、ヤギのちょん切られた玉がアクナマタタメキシコフ。おはようございます。今はですね、南キブ州の州都ブカブにいます。ブカブで今回2泊して、今日からカロンゲという場所に向かいます。今日からのですね、3日間、ないしは4日間がコンゴでの取材の中で最もハードなスケジュールになりそうですので、とにかく安全、そしてちょっとね疲れが溜まってきてるんで、健康にも気を配りながら活動していきたいと思います。それでは今日も元気にいってみましょう。これから行くカロンゲという場所でマラリア関係の支援活動を行います。マラリアのですね、薬をブカブ市内の薬局に、大量にですね買い出しに来ています。ボンジュール。今そこにあるのがマラリアの予防薬ですね。一つの箱の中に50個薬があって、それぞれが3つ錠剤が入っているみたいです。このボックス1つで13ドルなので13ドル、日本円にするとだいたい1800円ぐらいかなで、購入できるんです。ざっくりどういったものを購入していくらぐらいだったか教えていただけますか？子供用のマラリアの薬、200人の子供たち分、大人用のそのマラリアの治療薬を50人分、あと解熱剤、解熱剤はマラリアの治療をするときに合わせて飲んだり、マラリアじゃないときに熱が出たら飲む薬を7500錠、おそらく1500人と
2000人ぐらいの方々に蚊帳を250羽に購入させていただいて、こういう金額だけでいうと日本円でいうと33万円ぐらいになります。これを当然村に持っていくので、その輸送費とかかなりガソリン代が高いので、片道おそらく200ドル近く、往復で4万円ぐらいが、おそらくそれを運搬する車両のガソリン代。今ですね、マラリアの薬を調達しました。これ乗ってるやつがマラリアの治療薬か、もしくは解熱剤ですね。一番下にあるやつが、マラリアの予防薬ですね。これを、ブカブの町からカロンゲという場所に車で今から運んでいこうと思います。マラリアの予防薬を車に積んで、いよいよカロンゲに向けて出発します。今日これから行くカロンゲという場所もあるのはその道であったりとか、カロンゲがどういう場所かちょっと簡単にお聞きできますか？今いる南キブ州から北に距離でいうと70キロぐらいなんですけど、とにかく山道で熱帯雨林の中を入っていくので、かなり道が悪くて、もしスタックしなければ4時間ないしは5時間で到着するんですけど、スタックすることがやっぱり多いので、そうすると大体7、8時間かかることもあるような、道ですと。道中でもこの前ブカブに来るまでの道と同じように途中で武装勢力がいるんですかね？そうですね、南キブのそのカロンゲ区域っていうのはライアムトンボキっていうもともとその自警団から派生した武装グループが今も活動していて、彼らの活動している地域でもあるので、そこは気をつけて、我々も内部の情報をいろいろ収集した上で、今日この時間帯に移動することが一番安全だってことを確保できているので、もちろんリスクゼロではないので、暗くなるまでには到着するように移動したいと思いますけれども、そういう場所でもあります。今日から3日間ぐらい、ちょっと一番ハードな日程になりそうですけれども、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今 UN って書かれた車が走ったと思うんですけど、 UN はユナイテッドネーションズの略称で、日本語で言うと、国際連合ですね。UN の訳し方に関するいろんな批判はあるんですけど、いわゆる国連です。で、今後の東部は国連の PKO が世界最大規模で展開している地域の一つで、 PKO はピースキーピングオペレーション、国連平和維持活動ですね。そういった部隊で活動している隊員たちのために水を運ぶような、そういった給水車も走っているようなエリア。ブカブを出発してからまだ30分ぐらいしか経ってないんですけれども、そうされてないガタガタ道に入りました。とりあえず今日もしっかり酔い止めの薬を飲んで、なんとか撮影頑張ろうと思います。ブカブを出発してからだいたい1時間ぐらい経ったんですけど、国立公園の中に入りました。運がいいと野生のゴリラを見ることができるみたいです。移動のために国立公園の中に入って、そして運が良かったらゴリラも見れるって、すごい場所に来たなって感じますね。ただ運が悪いと武装勢力に出くわす可能性もあるみたいなので、引き続き緊張感を持ってやっていこうと思います。100回ぐらい言ってるの、緊張感を持ってやっていこうって。今国立公園の中に入って1時間ぐらい経つんですけど、軍人の数がすごく多いですね。もう5分くらい走ったら銃を持った軍服を着た人が立っていて、
セキュリティチェックポイントがそこにあって中行く人たちの荷物をチェックしたりとかしていて、そのためにねカメラを出さないといけないので、本当はねちょっとそういったチェックポイントどういったものなのか撮影してお届けしたいんですけど、もし撮影してるところを軍人の方に見られちゃうとカメラ没収されたりするリスクもあるので、ちょっと本当に今緊張感を持ちながら撮影してます。ようやくですね、目的地のカロンゲに到着しました。国立公園の熱帯雨林をですね、抜けて見えてきた景色がこんな感じです。めちゃめちゃいい景色ですね。高地ですよね、この辺りは。標高が高いみたいなんで、気温も全然過ごしやすいですし、やっぱりこんだけその自然が豊富なんで、空気がめっちゃ綺麗だなっていう感じがありますね。リフレッシュするような思いです。この辺もやっぱり武装グループが存在するんですか？そうですね、この辺りもライアムトンボキっていう武装グループが活動している地域になりますね。景色はめちゃめちゃいいし、なんか本当に気温も低いんで避暑地にもいいなと思ったんですけど、まあでもやっぱりなんだろう、どういった場所に隠れてるんですかね。基本昼間はそんなに表に出てきて活動することはないんですけど、はい、夜になるとこの幹線道路沿いを襲撃して金品を略奪するとか、ってこともあったりしますし、なので昼間はそんな見て分かるようなところにはいないですよね。この辺も鉱物資源とか結構豊富な場所なんですよね。そうなんですよ。だから緑もすっごい豊かだし、地下資源も本当に豊かで、ここはタンタル、スズ、ゴールド、産地でもあるので、あちこちにそういった採掘場所があるんですけれども、そういったところを武装グループが占拠していて、そこに地元の若者たちがですね雇用されて働かさせられて、取れ高の半分ぐらいは武装グループがそれを持っていって、でそれがいわゆる資金源になって、武力闘争が武力紛争が続いているという、本当に皮肉ですけどね、戦争紛争さえなければものすごく自然も豊かだし綺麗だし、これだけね緑も豊かで土も豊かなので、食べ物もね何でも作れるんですよね。そうなんですね。今の話聞くとやっぱりあんまり油断はできないなっていうふうに思いますけど、ただカロンゲどんな場所なんだろうと思ってちょっとビクビクしてましたけど、すごいなんか僕は自然が大好きなんで来てよかったなって今すごい感じてますね。いや本当に綺麗なところですね。だから戦争さえ早く終わってくれればね、自給自足だってできるような自然の豊かさがあるので、なんか今までずっと僕の YouTube で何回も扱ってきたコンゴの鉱物資源のまさにその場所に今来てるっていうふうに考えると、なんかすごい感慨深いなと感じますね。カロンゲでもっとがっつり取材したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい。車がめちゃめちゃ汚れてますね。相当な道を走ってきたんで、もう泥が飛び散って車がかなり汚れてます。このサイドビラのところもすごい泥飛び散ってますね。この車がスタックしたら大変なことになるので、トヨタのランドクルーザー頑張ってほしいと思います。
ということでようやく目的地のカロンゲに到着しました。ブカブを出発してから今日は3時間ぐらいで到着しましたね。いつもは 4,5 時間かかったり、道が悪い時は車が途中でスタックしてしまって、もうそういう時はもう7時間8時間かかるみたいな時もあるみたいなんで、今日は非常に運がよくスムーズに来ることができました。今日はこのまま今いるテラネッサンスさんの事務所でですね、お昼ご飯を食べて、その後はフィールドに取材に行こうと思います。このカロンゲ地域一帯もコンゴ東部の紛争の影響を受けている地域で、そういった紛争の被害を受けた女性たちが開業した洋裁店をですね、実際に見に行って詳しくお話を聞いていきたいと思います。そんな感じです。小川さんだいぶ軽装ですけど大丈夫ですか？移動中はね、もう一番楽な格好です。短パンに B さんってなかなかですよね。外出るときは長ズボンで。いやなんか僕はやっぱアフリカに行く人たちに対してやっぱり基本的にやっぱ長袖長ズボンをおすすめして、日差しも強いし、あとやっぱマラリア怖いんで蚊に刺されないように肌出さないようにっておすすめしてるんですけど、やっぱ18年ぐらいいるとあんま気にならなくなる。いやまあそうね、ちょっと油断してるところはあると思うけど、ただマラリアの浜田中が活動するのは夜なので、そうですよね。夜は靴下も履いて、なるほどなるほど。で長ズボンで、わあれコーヒーです。コーヒー、コーヒーキューブってあれコーヒーの産地でもあるんだよね。高知だからコーヒーの栽培に向いてるんですすか？ごくいいコーヒー取れますよ。アラビカ種の本当に日本とかヨーロッパでも売れるようなすごい品質のいいコーヒーの豆ができるので、ただそれを加工したりするところがなかなかないので、アフリカのいろんな場所に言える問題ですよね。その原料は都市源は豊富に取れるけど加工ができない、だから付加価値がつけられない。ブルンジもすごいいいコーヒー取れるけど、ブルンジとルワンダってほぼ同じような気候条件で両方ともいいコーヒー豆取れるけど、ルワンダの方はかなり工場もあったりするので、ルワンダコーヒーは結構グローバルに、ブルンジはなかなかないし、でコンゴはここに関して言うともっとさらにビジネスマンがここに入ってきて投資するのはあまりにもリスクがありすぎる。そういう意味ではやっぱ紛争の影響が現地の発展を阻んでるっていうのは間違いないですね。ただ本当自然が豊かなので、コーヒーはなのでちょっとまだうちらはやれてないけど、森があるのですっごいたくさんのいろんな植物があって、熱帯雨林もあるし、ミツバチが結構生息していて、両方やれば本当に非常に糖度もすごい81%とか82%ぐらいのかなり高い糖度のすごいいい蜂蜜出るので、コーヒーもあるし蜂蜜もあるし、ポテンシャル自体はやっぱあるんですね。そうなんです。土地もすごい肥沃って。土地もすごい肥沃だし、雨も降るし、農作物ももちろんいろんなもの作れるし、今南基部の道路の6割から7割ぐらいがやっぱ雨季になると遮断して通れなくなっちゃう。トラックで物運ぶにしてもなかなか簡単には運べないし、援助機関も緊急援助もたまにあったりするんだけど、でもとてもじゃないけど恒常的なこの木が貧困、栄養失調を克服するぐらいの食料援助ってのは当然できなくて、なので私たちも最初に始めたのは武装グループの襲撃は時々やっぱりあるんだけれども、12か所の村の人たちに集まってもらって共同農場を作って、でそこで食べ物を生産して、である村が襲撃にあったり食料略奪された時はその共同農場で作った食べ物をシェアする、そういうプロジェクトから始めたんですけど、外から食料を持ち運ぶのは結構大変なので、けどここで生産する土地はあるし、もちろん紛争下ではあるんだけれども、鉄橋土紛争って言ってずっと紛争が毎日続いてるわけではなくて、時々その武装グループの襲撃があったりとか略奪があったりっていうのが起こるので、ここにいる人たちっていうのはほとんどもう普通の村に生活してるんです。コンゴって国内避難民が大体540万人もっとかな、もう今多分それより増えてると思うんですけど、ほとんどが普通のもう民家親戚の村に避難したり、キャンプそのものがなかなか作れなかったりするっていうのもあるし、もう数が多すぎるので、そういう状況の中で国内避難民人が今後の国内にいる。なので援助だけに頼ってても生きていけないので、だから自分たちでもその生産活動十分じゃないけどやらざるを得ないし、どっちみちその援助に頼ってたってこの地域の人たちの未来はないので、いろんな援助があるけれども、少なくともその直接的にその食料とかをもらうだけの援助っていうのは持続的ではないので、できるだけ地元の人たちが地元にあるものを使って、少し私たちがそのいろんな養蜂の例えば技術だとか何か生産する技術とかをインプットすることで、地元の人たちだけで自分たちで生産してそれを販売して、それで生活を成り立たせてたりもしているので、物資を直接渡したりする緊急支援的なものと自立支援、もしくは生計を向上するための支援っていうのはハイブリッドにやっぱりやっていかないといけないっていうのがこれからですね、カロンゲについて早速現地のお昼ご飯を食べようと思うので、ここで今お昼ご飯を作っているということなので、キッチンを見せてもらおうと思います。
失礼します。これが今カロンゲのテラルネッサンスさんの事務所の、台所ですかね。ちょっと中見せてもらっていいですか。What is this one? うがり。うがり。これうがりですね。ウガンダではポショと呼ばれるやつですけど、トウモロコシの粉をお湯で、練り上げるようなこんな感じで、普段あんまりうがり作ってるところちゃんと見たことないんで。 This one is mixed. This is cassava flour mixed with corn flour. あー、OK。これキャッサバの粉とトウモロコシの粉を混ぜて作ってるみたいですね。すごいワイルドクッキング。すごい。Goat is crying and are we going to eat? At night. At night. 今ヤギの鳴き声が聞こえると思うんですけど、このヤギさんを今夜、ここに皆さんで食べるそうです。おお、すごい。This is cow meat, beef. おお、ビーフ。これは牛肉ですね。牛肉を炒めてるような感じの、料理です。This is for you guys. お This ー、 is Irish. This is アイリッシュポテトですね。じゃがいも？じゃがいもですね。僕とか小川さんのために今作ってくれてるみたいです。はい、ちょっとヤギが鳴いてるんでヤギを見に行こうかなと思います。今閉じ込められてますね。この中でヤギの鳴き声が聞こえると思うんですけど、今夜いただくヤギとご対面です。このヤギさんを今夜私たちは食べるそうです。ありがとう。命をいただきます。ここで締めるってことですよね。すごい、はい。これからランチですのでお腹減っているので、現地のご飯しっかり食べたいと思います。これはテラルネッサンスが支援している女性の方たちに持っていくやつ。そうですね、今私たちが支援して自立した洋裁店の女性たちがさらにその近所の人に、今いろいろ洋裁の技術を移転したりしているので、その時に使う材料として持っていく。こういったアフリカのキテンゲってこっちでは手に入りづらいんですか？ここではないですね。こういうのはやっぱり村にはないので、私たちの事務所がある部下部市で調達して、でこの村に持ってくるという感じですね。お昼ご飯が到着しました。これがビーフですね。牛肉。そしてこれがうがりという、今回はトウモロコシの粉とキャッサバの粉を混ぜ合わせてお湯で練り上げたもの。これもビーフです。牛肉です。でこれが一応僕のために作ってくれたというアイリッシュポテト、じゃがいもをふかしたやつと卵焼きですね。うがり You can eat every day. Yeah, Bugari. You love うがり Yeah, it's so fine. It's good. とりあえずうがりだけ食レポしてみようかと思います。うがりはもう何回も食べたことあるんですけど、今回はトウモロコシの粉とキャッサバの粉を混ぜ合わせてるみたいなので、ちょっと違いがあるのか。普段食べてるやつもちょっと少しザラザラした感じが、正直めっちゃ美味しいっていう感じじゃないですけど、多分キャッサバの粉も混ぜ合わせてるんで栄養はあるのかな。はい。ということでお昼ご飯も食べ終わりましたので、これからカロンゲのフィールドに行って現地の人たちの生活について迫りたいと思いますが、今回の動画は長くなりましたのでこれにて終わります。また次回の動画で今後東部の紛争の被害を受けた人たちの生活について話を聞いたり、日本の国際協力団体テラルネッサンスの支援活動を実際に現地で見させていただこうと思います。今回も体を張って現地で撮影してますので、少しでも面白いと思った方はぜひ高評価ボタンでの応援よろしくお願いします。それからまだチャンネル登録お済みでないという方はまだまだ今後の動画続きますので、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。ハラカンタの海外取材はハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様からお寄せいただく資金によって成り立っています。もしもハラカンタの YouTube 活動を応援してくださるという方がいらっしゃいましたら、概要欄のリンクから公式ホームページご覧になってみてください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。サバジャンボアサンテサーナアサンテアサン